こんにちは、スタバです。まずはじめに、前回出した隠れロングセラーの動画がですね、私の動画には珍しく多くの方にご視聴いただけてめちゃめちゃ嬉しい反面、ちょっと驚いております。本当にいつもありがとうございます。で、今回はですね、これもあまり取り上げられない成城石井の冷凍食品の人気商品についてお話ししようと思っていたんですが、無印良品の冷凍食品が最近すごい盛り上がりを見せているっていうのを感じていたので、今回は成城石井と無印良品の人気冷凍食品を私目線でご紹介をしたいと思います。後でお話しするんですが、意外なところで商品の共通点があったりするので、ぜひその辺も参考になれば嬉しいです。ではどうぞ。はい、まずはじめに無印良品の冷凍食品からご紹介したいと思います。1品目、こちらです。国産豚肉と野菜の餃子20個入りで350円くらいでした。はい、これね、最近僕たちも何回かリピートしている商品で、なんでかっていうと、これですね。化学調味料、合成着色料、香料不使用。はい。で、原材料がこんな感じになってます。化学調味料が一概に悪いとは言わないんですけど、ただこういう日々食べるものでなるべく私たちも余分なものを取りたくないって思ってるので、これかなり気に入ってます。実はこれ見た時になんかどっかで見たことあるなって思ってたんですよ。それで成城石井覗いてみたら、こっちの商品を見つけたんですね。前々から知ってたんですけど、これなんでどっかで見たことあるなって思ったら、これですね、作ってるところ一緒なんですよ。両方とも群馬県にある三松食品という会社さんが作っています。で、先ほどこの無印良品の餃子、化学調味料、合成着色料、香料不使用とお伝えしたんですけど、こっちの成城石井に置いてあった黒豚肉餃子も化学調味料、合成着色料、香料不使用、同じメーカーが作ってるんで、こっちも相応のこだわりを感じました。で、共通点とすると、両方とも 360g で20個入りっていうところは一緒で、そういった調味料の使い方も一緒。ただこっちの方がですね、書いてある通り鹿児島県産の黒豚、ちょっとブランド豚を使用しているので若干お値段が高めです。こっちが、499円で、こっちの無印良品の餃子が390円なので、それぐらいの原料の差がどのぐらいあるかっていうのをちょっとお話ししたいかなと思います。どちらも冷凍のまま焼いていきます。こちらパッケージには何も書いていないんですが、普通に油を敷いて焼くと軽く羽根付き餃子っぽくなるんです。左が無印良品の野菜餃子、右が三松食品の黒豚餃子です。これ見た目はほぼ一緒かなと思います。無印良品の餃子は比べれば野菜のシャキシャキ感は感じました。ただ黒豚の方と何が違うかと言われたら、何もつけずに食べて少し野菜多めかなという印象でした。反対に黒豚餃子は比べれば肉々しさを感じました。ただこちらもタレをつけて食べたらほとんどわからないかなという印象でした。皮は両方とももっちりというよりパリパリタイプでした。焼くとパリッと仕上がりやすい反面、少し皮が硬くなりやすいかなと感じました。冷めると少し噛むのがしんどくなるので、少し長めに蒸した方が個人的にはおすすめです。市販の冷凍餃子と比べると種の味付け自体は控えめに感じます。化学調味料的なパンチはないんですが、これで十分って思わせてくれるような餃子です。そして今回紹介しようと思ったんですが、人気すぎて買えなかった商品がこちら無印良品の冷凍キンパです。
入荷しても半日で完売するそうで、いわば幻のキンパとも言われています。また機会があれば試してみたいと思います。なので今回は他の人気商品を購入してきました。今回こんなの買ってきました。はい、五目いなりとキッシュです。で、無印良品、言っていただいたら分かるんですけど、これ以外にもかなりいろんなジャンルの冷凍商品が並んでいて、それこそチンしてすぐ出せるようなおかずのものであったり、下処理が済んだ冷凍のお野菜だったり、かなりね、多岐にわたっていろんなジャンルの商品開発されているんですけど、個人的におすすめの商品と、あと最近流行っている人気の商品ということで、こちらをご紹介したいと思います。まずはチキンとほうれん草のキッシュです。これ食べたことあるんですが、生地のサクサク感がとてもよくて気に入っています。こちらも化学調味料、合成着色料不使用です。ちなみにこれを作っているのが、生ハムの加工からパンやデザートまで手掛けるこだまというオールラウンドなメーカーです。こだまさんはよく成城石井の商品を作っているメーカーでもあるんですが、実は成城石井でも同じようなキッシュを販売しています。味付けが濃すぎず薄すぎず絶妙なバランスで本当に美味しいです。ほうれん草が結構バラバラしているので、あまり期待しすぎない方がいいかもしれませんが、ちゃんと味はします。冷凍なんですが、ちゃんとキッシュ感を味わうことができます。キッシュを食べる頻度って正直そこまで多くないかなと思うんですけど、食べたいなって思った時に作るのが面倒ですし、お店で買うとなんやかんや高くなるので、気軽に試すにはかなりいい商品だと思います。こちらも人気の五目いなりです。こちらも化学調味料、合成着色料、香料不使用です。作っているのが金沢に本拠を構えるポーラスターというメーカーさんで、冷凍寿司や冷凍弁当のパイオニアのような存在です。この五目いなりは電子レンジで温めるだけで出来たてのようないなり寿司が楽しめます。しかも1個が結構大きいので本当に食べ応えがあります。これ食べて思ったんですけど、あったかいおいなりさんって出来たてみたいで美味しいですよね。中もちゃんと酢飯なのが嬉しいですが、人によっては少し酸味を強く感じるかもしれません。甘めのおいなりさんをイメージするとちょっと違うかなと思うので、その辺だけご注意ください。五目感は控えめですが、化学調味料不使用の優しい味わいが楽しめます。はい。で、最後に成城石井の冷凍商品でおすすめしたい商品を2つご紹介したいと思います。成城石井の冷凍食品って、置いてある店舗限られていたり、かなりの大型店とかじゃないと商品の数も結構限られちゃうので、なかなかおすすめはしづらいんですけども、中でも小型の店舗でも手に入りやすい商品になるので、ご参考になれば嬉しいです。今回ご紹介するのがこちら、薄屋の小きつねうどんです。実はこちらも成城石井の冷凍食品ではロングセラーの商品なんです。この商品、麺もだしも具材も全部入ってるんです。この冷凍うどんはお出汁が下の方に固まっているので、お鍋にこのまま入れて火を加えれば出汁が溶けつつ麺も具材も温まって美味しいうどんが出来上がる、楽して美味しい、そんな夢のような商品なんです。そしてもう1種類、カレーうどんも購入しました。この他にも何種類か販売されていました。冷凍うどんって美味しくて便利なんですけど、お出汁とか具材を用意するって疲れた時とか時間ない時って結構しんどいじゃないですか。そんな悩みを全てクリアした画期的な商品なんです。この薄屋さんはうどん県としても有名な香川県小豆島のメーカーで、400年前から受け継がれた手延べ製法でうどんを作っています。この手延べ製法というのが、小麦に水と塩を加えて練ったものに油を塗りながら引き伸ばしたり熟成させたりを何度も繰り返す
製造工程がめちゃめちゃ多い手間のかかる製法なんです。このように凍ったままお鍋に入れて強火か中火で約8分温めるだけで食べられます。このうどんは生地をねじりながら編み込んでいくので、麺の弾力はありつつも口当たりが抜群によく、それでいて歯切れも良い麺が出来上がります。これ食べた感想ですが、もうこの麺がもっちもちなんです。コシといえばコシなのかもしれないんですが、誤解を恐れずに言うと お餅に近いような食感を感じました。なのでつい麺を味わいたくなるような、ずっと噛んでいたくなるような麺なんです。これ市販の冷凍うどんではなかなか味わえない食感です。この手延べ麺の特徴として、ところどころ太さが均一でなかったりねじれていたりするので、いろいろな食感を楽しめたり、お出汁が絡まりやすいといった特徴もあります。好き好きかもしれませんが、私は好きです。小きつねうどんは甘口の油揚げに卵焼き、貝割れがちょこっと入っていて、出汁は甘めの仕上がりです。カレーうどんには牛肉と玉ねぎ、ネギが具材として入っていて、とろみは控えめで出汁感強めの風味でした。さっきもお伝えした通り、一般のうどんと比べると麺がねじれている分、出汁の引っかかり具合が強い気がします。麺だけすすってもちゃんとお出汁もついてきてくれます。この他にも牛肉うどんや鴨南蛮なんかもラインナップとして展開されています。こちら成城石井以外でもイカリスーパーや関東だと OK あたりで目撃情報があるので、気になる方はぜひお店の冷凍コーナーを覗いてみてください。小腹が空いた時や、今日ご飯作りたくないけど美味しいもの食べたいっていう時に重宝すること間違いなし、そんな商品です。次に紹介するのが成城石井オリジナルのモッツァレラチーズ2倍のピッツァマルゲリータです。ピッツァといえばマルゲリータという人もいるくらい人気のあるメニューです。マルゲリータってトマトソースとモッツァレラとバジルというシンプルな具材な分、物足りないこともしばしばあります。その点、この商品はモッツァレラチーズが2倍とオリジナルの冷凍ピッツァより多めのモッツァレラを使っていて、より食べ応えのある1枚に仕上がっています。この白い四角いのがモッツァレラなんですけど、本場イタリア産のモッツァレラを使っています。これ以外にもトマトソースの上にシュレッドチーズも乗っていたり、チーズの王様と呼ばれているパルミジャーノ・レッジャーノという旨味の塊のようなチーズもトッピングされているので、もうどこを食べてもチーズチーズチーズです。風味付けのオリーブオイルも有機のエクストラバージンオリーブオイルを使用と隙のない一品です。そしてもう一品、成城石井オリジナルのソーセージのピッツァです。こちら一般的にスーパーに売っているようなウインナーソーセージではなく、サラミとサルシッチャと呼ばれるハーブをたっぷり使ったイタリア式のソーセージを使っています。コロッとちっちゃいんですけど、結構ハーブが効いていたので少し癖のある風味かもしれません。お嫌いでなければ食欲増すこと間違いないですし、私もこのサルシッチャ大好きです。はい、焼いてきました。というかちょっと焼きすぎてしまいました。焼きすぎるとチーズがパリパリで生地が少し硬くなりがちなので、そこは注意が必要です。まずはモッツァレラを食べた感想ですが、やっぱりピッツァにはモッツァレラでしょって感じるくらいモッツァレラの旨味を感じました。2倍は伊達じゃないですね。マルゲリータ自体モッツァレラを味わうためのピッツァのようなものなので、その辺の満足感は高いです。ただバジルは粉末なので風味は控えめです。生のバジルがあれば最高だと思います。次にソーセージピッツァを食べた感想ですが、
さっきのマルゲリータにはない肉々しさを感じました。このサルシッチャのおかげでワインのみならずビールにも合うのが嬉しいところです。ちなみにですが、ピッツァってイタリア料理なのでワインのイメージがあるかもしれませんが、本場イタリア、特に現地ナポリの方々はもっぱらビールを合わせることが多いようです。ビールの炭酸がより食欲をそそるんでしょうか。ちなみに私もビール派です。どちらにしろ599円でこのクオリティなら買いだと思います。最近は成城石井以外のスーパーでも置いてあったりするので、もしかしたら近所のスーパーで出会えるかもしれません。要チェックです。はい、いかがでしたでしょうか。冷凍食品って加工済みや調理済みのものが多いので手軽に食べられるっていうメリットもあると思うんですけど、冷凍食品自体マイナス18度以下の保存なので食中毒の原因になる細菌の活動ができないんですね。なので保存料などの余計な添加物を使っていないというところも個人的には気に入っています。あとはある程度まとめ買いができるので買い物の頻度も減らせたりできますよね。冷凍食品って結構手抜きだとかって言われたりするんですけど、僕は全然そういうふうに思っていなくて、去年味の素さんも言っていたんですけど、手抜きじゃなくて手間抜きだと本当に思います。僕も料理が好きで晩ご飯とか作ったりするんですけど、全部が全部一から作るのってめちゃめちゃ手間じゃないですか。料理好きな方はいいかなと思うんですけど、ましてやそれを毎日毎食のように作っていらっしゃる方って本当に尊敬します。海外だと1人当たりの冷凍食品の使用量、消費量って日本の倍以上だったりするんですけど、それも夫婦共働きっていうのが背景にあったりします。だから冷凍食品が日常の食卓に出てくるのって本当にありふれた貢献なんだと思います。先ほど言ったように残念ながら日本ではまだまだ冷凍食品って手抜きだとか手間暇かけていないとか、作っていらっしゃる方の罪悪感を感じる方って一定数いらっしゃるんですけど、まだまだね、ネガティブなそういうイメージがあるのが少し残念だったりもしますが、冷凍食品買う方と食べる方のイメージもちょっとずつポジティブなものになったらいいかなって今回の動画を通して思いました。その点ではコロナ禍で冷凍食品の消費量がかなり伸びてきているっていうのを聞いたので、その辺は一つの兆しのような気がしています。はい、このようにこのチャンネルでは成城石井元店長の私と妻で成城石井人気の商品や新商品、またはおすすめの食べ合わせなんかを紹介しています。少しでも参考になったよという方がいらっしゃれば高評価やコメント、チャンネル登録をいただけるとめちゃめちゃ励みになります。また私のインスタグラムでは商品一つにスポットを当てて商品の原材料などのスペックやストーリー、ちょっとした雑学なんかを発信しているのでよかったら遊びに来てください。今回はこちらで終わります。季節の変わり目、皆様もご体調にはお気をつけください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。